スタートアップが資金調達という険しい旅路を進むとき、必ず通り抜けなければならないもんがあります。それがベンチャーキャピタルからの投資です。今回は、その全体像と、特に運命を分ける鍵となる文章、タームシートについて、物語を紐解くように詳しく解説していきましょう。旅の始まりは、ソーシングと呼ばれる出会いの段階です。これは投資家が、まだ世の中にうずもれている原石のような新興企業を掘り起こす作業です。業界のイベントや人脈、あるいはインキュベーションプログラムといったあらゆるルートが活用されます。想像してみてください。ある大学の企業コンテストで、一人の若き起業家が優秀賞を手にした瞬間を、その情熱に目をつけたベンチャーキャピタルの担当者が、自らの経験と広範なネットワークを武器に、彼に直接アプローチし、未知なる成長への道を提示する。そんなドラマのような出会いから全ては始まります。次に起業家が向き合うのが、ピッチデックの作成です。これは事業のビジョンや市場の広がり、競合に対する強み、ビジネスモデル、そして未来の財務予測やチームの構成、これまでの調達歴を凝縮したプレゼン資料です。ここで大切なのは、単なる数字の羅列ではなく、心を揺さぶるストーリーを盛り込むことです。例えば、あるフードデリバリーの創業者は、都市部で配達に平均30分かかるという日常の不便さを提示し、独自のアルゴリズムによってそれを2分に短縮するという鮮やかな未来図を描きました。この物語が投資家の心をつかんだとき、物語はデューデリジェンスという厳しい検証のフェーズへと進みます。デューデリジェンスとは、いわば企業の健康診断です。投資家が財務や法務、日々のオペレーションを隅々まで精査します。過去の決算書や契約書、知財産権の状況、主要な顧客との取引条件などが厳しくチェックされます。ある AI スタートアップの例では、単に売上が右肩上がりであることだけでなく、主要顧客との長期な契約がしっかりと結ばれていることを証明できました。これにより投資家はリスクが低いと確信し、信頼を寄せたのです。一方で、ここで不備が見つかれば、それは後の条件交渉で不利な材料となって立ちはだかることになります。検証を終えると、いよいよタームシートの交渉という正念場を迎えます。タームシートとは、投資の基本な枠組みを記した方向測力を持たない合意書です。ここには投資額や株価、新しく発行する株数、資本構成の変化、そして優先権や投票権、生産優先権、アンチダイリューション条項、取締役会の構成などが細かく書き込まれます。例えば、あるフィンテック企業が投資額5億円、株価1万円で5万株を発行するという条件を提示されたとしましょう。創業者はここで、自分の持ち株比率がどれだけ薄まるのか、また優先株の生産優先権がどのように設定されているかを極めて慎重に検討しなければなりません。特に注目すべきは生産優先権の設計です。これには非参加型と参加型の2種類が存在します。非参加型は投資家が投資した金額を回収した後は残りの利益には関与しません。しかし参加型は投資額を回収した後も残った利益を一定の割合で受け取ることができます。あるシェアリングオフィス事業の例では、シリーズ A で3億円を調達した際、参加型で2倍の生産優先権を設定しました。その結果、将来に会社が売却されたとき、投資家は投資額の2倍以上を確実に回収できる仕組みになったのです。このように、倍率や参加形態一つで、創業者と投資家の利益バランスは大きく変動します。さらに、アンチダイリューション条項という防衛策も重要です。これは、将来の調達ラウンドで株価が下がってしまった場合に、既存投資家の持ち株比率を守るための仕組みです。代表なものに加重平均方式と全額保証方式があります。あるヘルステック企業は、次のラウンドで評価額が下落した際、加重平均方式を採用していたため、既存投資家の比率が大幅に下がることを防げました。この安心感があったからこそ、投資家は追加投資を決断し、
企業は必要な成長資金を確保できたのです。タームシートで合意に達すれば、正式な投資契約書が交わされ、資金が動き、株式の譲渡が完します。このタイミングで不可欠なのが、キャップテーブルの更新です。キャップテーブルとは、誰がどれだけの株を持ち、どのような権利があるのかを可視化した表のことです。例えば、投資額5億円、株価1万円であれば、新規に5万株が発行され、既存株主の比率はそれに合わせて減少します。創業者はこの希薄化を最小限に抑えるため、あらかじめ従業員向けの株式プールを設けたり、将来のオプション付与計画を組み込んだりして戦略に管理します。ここで実際の成功と失敗の物語を見てみましょう。世界に有名な民泊プラットフォームのケースです。2009年のシードラウンドで60万ドルを調達した際、創業者は持ち株比率を2割に維持し、非参加型で1倍の生産優先権を設定しました。取締役会も創業者2名、投資家1名、独立取締役1名という構成にし、経営権をしっかりと守りました。この絶妙なバランスこそが、後に時価総額1000億ドルを超えるという歴史な成功への土台となったのです。対象に、共同作業スペースの大手では、異なる結末が待っていました。創業者には1株につき10票という強力なスーパーボーティング株式が与えられ、取締役会の承認なしに重要な決定ができる権限を持っていました。さらに投資家側は3倍の参加型生産優先権を要求し、売却時には投資家が過剰な利益を得て、他の株主が圧迫される構造になっていました。そこに財務制限条項がなかったため、赤字経営が止まらず、評価額は470億ドルから80億ドルへと急落し、最後には破産申請に至りました。過剰な権限と複雑すぎる優先権が、ガバナンスの崩壊を招いた典型な例と言えます。また、ある医療診断スタートアップの事例では、技術な実証を愚かにしたことが致命傷となりました。タームシートに技術検証のマイルストーン条項を盛り込まなかったため、投資家は実態を把握できず、後に重大な不正が発覚して全額損失という結果に終わりました。これは、デューデリジェンスだけでなく、契約書に明確な情報開示義務や検証条項を組み込むことがいかに重要かを物語っています。一方で、オンライン決済プラットフォームの成功例に目を向けると、シリーズ A で投資額1800万円、株価1万円で1800株を発行し、非参加型の1倍というシンプルな生産優先権を設定しました。その後、売上高10億円達成といった明確なマイルストーンを各ラウンドに設け、従業員株式プールを 15% に設定して優秀な人材を集めました。結果として、非公開市場で時価総額5000億円規模にまで成長しました。シンプルな資本構成と明確な目標設定が、持続な成長を支えたのです。日本国内のユニコーン事例であるフリマアプリのケースも示唆に富んでいます。2013年のシリーズ A で1000万円を調達した際、創業者は持ち株比率3割を維持し、社外取締役2名を導入しました。さらに、四半期ごとの財務報告義務をコベナントとして明記し、投資家との信頼関係を築き上げました。海外投資家との協調体制を整えるための優先権も設定し、結果として上場時の時価総額は1兆円を突破しました。これらの物語からわかるのは、タームシートの設計において、創業者の経営権保護、投資家のリスク軽減、そしてガバナンスの透明性という3つの柱をバランスよく組み込むことの重要性です。生産優先権の倍率や参加形態、アンチダイリューション条項、取締役会の構成、そして情報開示義務、これらが投資後の関係性を決定づけます。創業者は、自社の成長ステージに合わせ、希薄化率と権利付与をシミュレーションし、常に最新のキャップテーブルを管理しなければなりません。では、実際にタームシートを交渉する際のチェックリストを確認しましょう。まず、投資額と株価を明確にし、新規発行株数を算出します。次に、
優先株の生産優先権が非参加型か参加型か、そしてその倍率を決定します。続いて、アンチダイリューション条項の方式を選び、将来の希薄化防止策を明記します。さらに、取締役会の構成、議決権の配分、重要決定に必要な多数決の要件、そして財務制限条項や情報開示義務をコベナントとして盛り込みます。最後に、従業員向け株式プールの割合と条件、そして IPO か M&A かというエグジット戦略に関する優先権やロックアップ期間を明記します。これらを網羅に検討することで、タームシートは単なる条件表ではなく、双方の成功を導く設計図へと変わります。実務においては、弁護士や税理士との連携が欠かせません。優先株の配当権が将来の利益配分にどう影響するか、株式譲渡制限が次の調達時の柔軟性を奪わないか、といったシミュレーションが必要です。また、国際な投資が絡む場合は、為替リスクや外国投資規制といったクロスボーダー特有の課題も考慮しなければなりません。資金調達とは、単にお金を手に入れることではなく、スタートアップというエンジンの出力を最大化させるための重要なステップです。タームシートはその入り口に立つ門番のようなものです。正しく設計すれば、創業者はビジョンを貫き、投資家はリスクを管理できる、最高のウィンウィンの関係が築けます。しかし、権限の与えすぎや、過剰な生産優先権、不透明な情報開示といったミスは、後のガバナンス崩壊や資本構成の歪みを招き、最悪の場合は破綻へとつながります。ですから、資金調達を考える際は、まず自社の現状と将来のロードマップを明確にし、必要な資金の規模とタイミングを見極めてください。その上で、タームシートの項目を一つ一つ丁寧に検討し、専門家の助言を得ながら最適な条件を引き出すことが、成功への最短ルートとなります。今日お話しした実例とチェックリストを同表に、皆さんのスタートアップが確固たる基盤を築き、持続な成長を遂げることを心から願っています。ここからは、先ほどのチェックリストを実際のプロジェクトに落とし込むための実践フレームワークについて触れていきましょう。資金調達のタイミングを見極める上で重要なのは、マクロ経済の指標とベンチャー市場のサイクルです。例えば、2008年以降の金融危機後、国内の新興企業向けファンドが集中して設立されましたが、その後の投資家はリスク回避な傾向を強めました。一方で、2020年代前半のデジタルトランスフォーメーション需要の拡大期には、AI や IoT 関連への投資熱が急上昇し、ラウンドごとのバリュエーションも跳ね上がりました。こうした市場環境の変化を定量に把握するために、ベンチャーキャピタル協会が公表する四半期別の投資額推移や、主要インキュベータが提供するスタートアップ成長指数を活用し、自社の成長フェーズと市場のサイクルを丁寧にマッピングし、資金調達の最適な窓口を特定すること、これが、株式の過剰な希薄化や、恐ろしい資金繰りリスクを回避するための絶対な鍵となります。次に、投資家との関係構築について深く考えてみましょう。投資家を単なるお金をくれる存在としてではなく、共に歩む戦略パートナーとして定義することが重要です。具体には、投資家が抱える他のポートフォリオ企業との相乗効果を狙った競争プログラムを設計します。例えば、あるヘルスケア系のスタートアップは、投資家が持つ医薬品メーカーの臨床試験ネットワークをフル活用することで、製品開発期間を従来の18ヶ月から12ヶ月へと大幅に短縮することに成功しました。こうした成功体験は、投資家側にも自社が提供できる付加価値を実感させ、次回のラウンドでの条件交渉を有利に進めるための強力な武器となります。デューデリジェンスの実務に目を向けると、財務面だけでなく、技術あるいは組織なリスクを多層に評価しなければなりません。特に、AI アルゴリズムを核とする企業の場合、モデルに潜むバイアスの検証や、データプライバシーの遵守状況を第三者機関に委託してレポート化するのが一般です。このレポートをタームシートの技術検証マイルストーン条項に添付し、合格基準を
例えば精度 90% 以上、データ漏洩件数0といった数値目標で明記します。これにより、投資家はリスクを可視化でき、万が一基準に達しなかった場合の救済措置として、追加出資の条件付与や株式償還権を契約に組み込むことが可能になります。タームシート交渉は、ある種の心理戦です。ここでは、アンカリング効果を利用した価格設定が非常に有効に働きます。創業者が最初に提示する評価額を、あえて市場平均より少し高めに設定し、そこから投資家が値を下げる形で合意点を探っていく手法です。この過程で、相手がどこで譲歩したのかを逐一メモし、最終に譲歩した総額が期待リターンと等しくなるように調整します。また、交渉中にあえて沈黙の時間を作ることで、相手から余計な情報を引き出すテクニックもあります。これらは、経験豊富なベンチャー弁護士が実務で頻繁に指導する、極めて実践なポイントです。将来の資本政策をシミュレーションする際は、Excel や専用のキャップテーブル管理ツールを使い、ラウンドごとの希薄化率や優先株の生産倍率、そしてアンチダイリューション方式をシナリオ別に比較します。加重平均型か、フルラチェット型か、例えば、シリーズ B で1億円の投資を受け、加重平均型を採用した場合、次回のラウンドで評価額が5億円に上昇すれば、創業者の持ち株比率は約 30% に維持されます。しかし、フルラチェット型を選択してしまうと、同じ条件下でも持ち株比率が 20% 以下にまで低下するリスクをはらんでいます。こうした数値なシミュレーションは、投資家との交渉材料になるだけでなく、内部の意思決定における重要な指標となります。税務上の留意点としては、優先株の配当課税と譲渡益課税のタイミングの差に注意が必要です。日本の法人税法では、配当金は受け取った側の法人所得として課税されますが、譲渡益は譲渡時点でのキャピタルゲイン課税が適用されます。そのため、タームシートに配当再投資オプションや譲渡制限解除条件を盛り込むことで、税負担を最適化できるケースがあります。また、外国の投資家が関与する場合は、二重課税防止条約の適用範囲を事前に確認し、源泉徴収税率を最小限に抑えるための手続きを準備しておくことが不可欠です。IPO 準備のロードマップは、上場までの主要なマイルストーンを4つの段階に分けて考えます。第1段階は内部統制の整備です。SOX 法に対応した内部監査体制を構築し、財務報告プロセスを自動化します。第2段階は投資家向け資料の作成です。IR 資料の英語版と日本語版を同時に作り上げ、海外の機関投資家へのプレゼンテーションを想定した緻密なシナリオを練り上げます。第3段階は主幹事証券会社の選定です。複数の証券会社から提案書を取り寄せ、手数料の構造とマーケットへのアクセス力を厳しく比較検討します。そして最終段階が上場審査への対応です。証券取引所の上場規則に沿った開示文書を提出し、審査官との質疑応答を通じてリスク要因を一つずつクリアにしていきます。各段階で、タームシートに設定したロックアップ期間や売却制限条項が正しく機能しているかを随時レビューし、必要に応じて修正を加えることが求められます。M&A における価値評価では、DCF 法に加えて、マルチプル法やリアルオプション法を併用します。特に成長性の高いテクノロジー企業の場合、将来の相乗効果をオプション価値として評価するリアルオプション法が有効です。買い手側が提示するプレミアムは、相乗効果の期待値の 80% 程度が目安とされますが、交渉時には、相乗効果の実現期間と統合コストを明確に切り分け、双方が納得できる分配比率を設定します。失敗例としては、相乗効果を過大評価して高額買収を行った結果、統合後の文化な摩擦やシステムの統合遅延によって期待利益を下回り、結果に減損処理を余儀なくされたケースがあります。こうした教訓から、タームシートに統合後のパフォーマンス保証条項や買い戻し権を盛り込むことで、リスクヘッジが可能になります。最新の法改正に触れると、
2024年に施行されたスタートアップ支援特別税制改正があります。これは、一定規模以下のベンチャー企業が新株発行で資金調達を行う際、発行価格の最大 10% を税額控除できるという制度です。タームシートに、年間売上高5億円未満、従業員数百名以下といった税制適用条件を明記し、投資家に税務上のメリットを提示することで、交渉力を高めることができます。また、同時期に改正された個人情報保護法では、ユーザーデータを活用したビジネスモデルに対し、データの匿名化義務が強化されました。これに伴い、タームシートにデータガバナンス条項を追加し、データ処理の流れとコンプライアンス体制を契約上で保証することが求められています。テクノロジー分野別の投資トレンドを見ると、AI スタートアップへの投資は依然として高い水準にありますが、特に生成 AI やエッジ AI への関心が急増しています。投資家は、モデルの学習コスト削減やハードウェアへの依存度を低くするための軽量化技術の開発を重視しており、タームシートには研究開発費用の使用制限や知財産権の帰属条項を細かく設定します。一方で、ブロックチェーン領域では規制の不透明さが投資判断を難しくしています。そのため、投資家はトークン発行に関する法遵守条項や、スマートコントラクトの監査結果の開示義務を必須条件として掲げ、リスク管理を徹底しています。クロスボーダー投資の成功事例として、シンガポールの政府系ファンドが日本のバイオテクノロジー企業に出資したケースがあります。この案件では、為替ヘッジのために通貨スワップ契約を同時に締結し、投資額の円建て価値を安定させました。また、投資後のガバナンスにおいては共同監査委員会を設置し、四半期ごとに財務と技術開発の両面をレビューする仕組みを導入しました。結果として、投資から3年で売上高が2倍に拡大し、上場準備が円滑に進んだ点が評価されています。対象に、欧州の投資家が日本のフィンテック企業に出資した際、外国為替管理法違反が発覚し、投資が凍結されたという失敗例もあります。この教訓は、国境を越えた取引においては、為替リスク管理だけでなく、外為法コンプライアンスの徹底が不可欠であることを物語っています。エグジット戦略の選択肢とシナリオプランニングについては、3つの軸でシミュレーションを行います。第1の軸は市場流動性です。IPO 市場が活況であれば上場を優先し、逆に M&A 市場が活発な時期は売却を検討します。第2の軸はバリュエーションの上限です。内部評価額が外部のベンチマークを上回る場合は、上場時のプレミアム獲得が見込めますが、評価額が低迷している場合は、戦略な改定の売却が合理です。第3の軸は創業者の関与度です。創業者が経営に深く関わり続けたい場合は、ロックアップ期間を長めに設定した M&A を選び、早期のリタイアを希望する場合は、IPO 後の株式売却計画を詳細に策定します。シナリオごとにキャッシュフロー予測、税務インパクト、株主構成の変化をモデル化し、取締役会で定期にレビューすることで、柔軟かつ迅速な意思決定が可能になります。スタートアップ創業者が身につけるべき交渉スキルとして、まず挙げられるのが価値創造型のプレゼンテーション能力です。単なる数字の羅列ではなく、顧客の課題と自社ソリューションの因果関係をストーリーテリングで描き、投資家の感情に訴えかける構成が求められます。次にリスク逆転テクニックです。自社のリスク要因をあえて先に開示し、その上で投資家側がリスクを引き受ける代価として、優先株の参加型生産優先権などの優遇条件を提示することで、信頼感と交渉の主導権を同時に獲得します。さらにデータドリブンな交渉も重要です。市場シェア、顧客ライフタイムバリュー、顧客獲得コストなどの指標をリアルタイムで提示し、仮説検証の結果を根拠に条件変更を要求します。そして最後に、感情管理です。交渉は長時間に及ぶことが多く、感情な揺らぎが判断を曇らせるリスクがあります。呼吸法やマインドフルネスを取り入れ、
常に冷静さを保つトレーニングを日常に組み込むことで、最適な合意形成が実現します。以上の内容を踏まえて、改めてタームシート作成時の最終チェックリストを補足します。1、投資額と株価の算出根拠を数式で明示し、シナリオ別の希薄化率を表にまとめること。2、優先株の生産優先権のタイプと倍率を参加型と非参加型に分けて記載し、将来のラウンドでの調整メカニズムを明記すること。3、アンチダイリューション条項について、加重平均型とフルラチェット型のどちらを採用するか、その選択理由とシミュレーション結果を添付すること。4、取締役会の構成について、社外取締役の数、独立性基準、議決権比率を具体に規定し、資本増強や M&A、IPO といった重要決定の承認要件を数値化すること。5、財務制限条項として、EBITDA ベースの借入上限、営業キャッシュフロー比率、資本支出上限を設定し、違反時のペナルティ条項を明記すること。6、情報開示義務について、四半期ごとの財務諸表、KPI レポート、技術開発の進捗を含む項目をリスト化し、開示期限と形式を PDF やオンラインダッシュボードなどで指定すること。7、従業員向け株式プールについて、発行時点の全株式総数に対するパーセンテージと、4年のベスティングに1年のクリフを設けるなどのスケジュールを明示すること。8、エグジット条項について、IPO、M&A、二次売却の各シナリオにおけるロックアップ期間、優先株の換算条件、戦略改定の売却といった売却制限の例外を具体に記載すること。9、税務条項は、課税の仕組みや譲渡益への課税、そして二重課税を防止するための条約がどこまで適用されるのか、これらの範囲をしっかりと整理し、税務顧問の署名欄を設けることが不可欠です。さらに、国境を越えたクロスボーダー取引を行う場合には、為替変動のリスクを抑えるヘッジ手段や、外国為替法を遵守しているかを確認するチェックリスト、そしてファトカや CRS といった国際な規制への対応を別紙として添付しなければなりません。こうしたチェックリストを使い、タームシートの草案を完成させた後は、必ず第三者によるレビューを実施してください。法律の専門家や税務のプロ、そして可能であればすでに投資している既存の投資家からフィードバックをもらうことで、自分たちでは気づかなかった抜け穴や矛盾点を事前に洗い出すことができるからです。最終にすべての関係者が合意した段階で、初めて正式な署名へと進むことになります。本日の講演はここまでとなります。皆様が次の資金調達ラウンドにおいて、適切なタームシートの設計と戦略な交渉を行い、持続な成長と価値の創造を実現できることを心から願っております。ご清聴。さて、講演は終わりましたが、ここからはスタートアップが実務で直面する、投資後のガバナンス体制の構築について具体に掘り下げていきましょう。まず、投資家が取締役会に参加する際の権限配分についてです。これは単に席を割り振るという形式な話ではなく、意思決定のプロセス全体にどのような影響を与えるかをシミュレーションすることが極めて重要です。例えば、技術系のベンチャーでは、最高技術責任者が主導する開発ロードマップに対し、投資家側が市場拡大の視点から販売戦略の優先順位を提案するというケースがよくあります。この時、議決権の比率を 30% 以上の重要案件は超過多数決とする。あるいは技術な突破口に関わる決定には独立委員会の合意が必要とする。といった2層構造をタームシートに明記すれば、双方の専門性を最大限に生かした統治体制が実現します。次に、ベンチャーキャピタルが提供できる価値創造支援の具体例として、米国シリコンバレーのファンドが日本の AI スタートアップに対していった顧客競争プログラムを紹介します。このプログラムは、投資時に確保した大手企業との共同開発契約をベースに、毎月、成果指標である KPI をレビューし、必要に応じて製品のロードマップを補助調整する仕組みです。その結果、
投資から18ヶ月で売上が3倍に伸び、同時に技術特許の取得件数も2倍に増加しました。重要なのは、単なる資金の供給に止まらず、ネットワークの活用と実装フェーズでの密接な支援を組み合わせることで、スタートアップの成長曲線を指数関数に跳ね上げた点にあります。国際なタームシートの比較に目を向けると、欧州と米国では、優先株の参加型生産優先権の扱いに顕著な違いがあります。欧州では参加型が標準であり、会社が生産される際に、普通株式の残余利益にも比例に参加できる設定が一般です。一方、米国では非参加型が主流で、生産優先権は固定された倍率に限定されます。この違いは、投資家がどれだけのリスクを許容できるか、そして税務上の取り扱いに直結します。したがって、国境を越えて資金調達を検討する際は、それぞれの地域の慣行を踏まえ、参加型と非参加型を組み合わせたハイブリッド型を設計し、税務顧問と協議して最適化することが求められます。近年注目されている AI を活用したデューデリジェンスの最新動向についても触れておきましょう。自然言語処理を用いた契約書の自動解析ツールが登場しています。このツールは、過去10年間のベンチャー投資契約を学習データとしており、ロックアップ期間や希薄化防止条項といったリスク項目の抜け漏れや不一致を自動でハイライトしてくれます。さらに、財務データと市場データを統合し、将来に株式がどれだけ希薄化するかというシナリオをリアルタイムで可視化する機能も備わっています。これにより、投資家と創業者の双方が同じ認識を持って交渉に臨むことが可能です。導入コストは初期投資として数百万円程度かかりますが、デューデリジェンスの期間を数週間から数日へと短縮できるため、投資効率の向上に直結します。次世代ファンドとの連携戦略としては、インパクト投資ファンドや SDGs 関連のファンドとの相乗効果を狙うことが有効です。これらのファンドは、単なる財務なリターンだけでなく、社会に与える影響を評価指標に組み込んでいます。そのため、スタートアップ側は自社の事業モデルに、環境負荷の低減や雇用の創出といった定量な指標を組み込み、タームシートにインパクト測定基準として明示することで、ファンドからの追加出資やフォローアップ支援を受けやすくなります。実際に、東京を拠点とするあるヘルステック企業は、二酸化炭素の削減量を KPI に設定した結果、インパクトファンドからの追随投資を受け、シリーズ C での資金調達額を前のラウンド比で 150% 増加させました。サステナビリティ条項の導入例としては、グリーンロックアップ条項が挙げられます。これは、上場後の一定期限内に、企業が再生可能エネルギーの使用率を一定水準以上に維持できなかった場合、投資家がロックアップの解除を要求できるというものです。具体な数値は、業種別の平均エネルギー消費量を基準に設定し、年度ごとに第三者機関の監査報告書を添付する形でタームシートに盛り込みます。こうした条項は、環境社会ガバナンスを重視する投資家からの関心を高めるだけでなく、社内においても環境意識を浸透させる効果があります。一方で、失敗事例についても学ばなければなりません。過去に日本のバイオテクノロジー企業が過剰な希薄化防止条項をタームシートに組み込んだ結果、次のラウンドで大型のベンチャーキャピタルが参入することを阻害され、資金調達が停滞したケースがあります。この企業は、希薄化防止条項をフルラチェット方式で設定し、投資家が追加出資を行うたびに、既存株主の持ち株比率が変わらないように求めました。しかし、後から参入しようとした投資家はこの条件を受け入れられず、結果にシリーズ B での資金調達が不成立となり、事業の継続が危ぶまれる事態となりました。この教訓は、過度な保護条項が、かえって資本市場からの信頼を損なうリスクがあることを示しています。適切なバランスを保つためには、複数のシナリオに基づいた希薄化シミュレーションを作成し、投資家と創業者の双方が納得できる妥協点を事前に合意しておくことが不可欠です。最後に、今回の内容を踏まえた実践なアクションプランを提示します。第一に、タームシートの草案が完成したら、
必ず3名以上の専門家に第三者レビューを依頼し、コメントを集約すること。第2に、そのレビュー結果をもとにシミュレーション表とリスクマトリックスを更新し、経営陣全員で共有すること。第3に、投資家との最終交渉の前に、プレゼンテーション資料を価値創造ストーリーという形式に再構築し、感情なインパクトとデータに基づいた根拠の両軸で説得力を高めること。第4に、契約締結後は、ガバナンス体制と出口戦略を四半期ごとに見直し、必要に応じて補足条項を追加すること。そして第5に、年次で外部機関に環境社会ガバナンスやサステナビリティの評価を委託し、投資家への情報開示を強化することです。これらのステップを体系に実行すれば、資金調達の成功率は格段に向上し、長期な企業価値の最大化へとつながります。以上が、本講演の補足として提供する新たな知見と実務な指針です。皆様が次なる資金調達ラウンドにおいて、タームシートの設計と交渉を通じて、持続可能な成長と社会なインパクトの両立を実現できることを心より期待しております。